はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのはこちら。はい、ステークアッシュですね。で、こちらなんですけども、フランスのね、国民食、でもあるこのステークアッシュなんですけども、ハンバーグではありません。こちらはれっきとしたね、ステーキですので、そこら辺のね、詳しい作り方なんかもね、ご説明しながらいろいろ教えていきたいなと思っておりますので、最後まで見ていってください。で、今回ね、やるこのステークアッシュなんですけども、以前、こちら、せーの、ドン。はい。ブールマルシャンド版。こちらね、ソースとして、使わせていただきますので、こちらね、もし、作り方知りたいよっていう方いらっしゃれば、概要欄の方からリンク飛ばせるようにしておきますので、そちらもね、ご参照いただければと思います。それじゃあね、早速作り方の方行ってみましょう。じゃあ、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあ、いきますよ。せーの、ドン。はい。じゃあ材料紹介です。こちらフィレ肉になります。赤身の肉でしたら何でも OK です。で、今回は単一の部位だけになるんですけども、本場フランスではいくつかの肉を合わせて使うことが多いですね。で、こちらメークイン、北海道の黄金メークインになりますね。で、こちらクレソン。今ちょっとね水に戻している状態ですね。はい。で、こちらね、以前作りましたブールマルシャント版、同じものになりますよね。はい。で、こちら粒マスタードをご用意ください。こちらお好みで結構です。で、メイクインの方はね、こんな感じで、カットしてもらって水にさらしていただければ OK です。で、こちらアルコールになりますね。食品用のアルコールになります。で、包丁全体にまず吹きかけまして、で、必ずね、新しいペーパーでよーく拭いてあげます。こんな感じですね。で、その包丁はまだまな板に置かないで、まずまな板、くーっとやります。よーく拭きかけてあげて、で、新しいペーパーで、さっと拭いてあげます。必ず拭いてあげてください。揮発させないと菌は死にませんのでね。で、殺菌したまな板と包丁の上にこちらフィレ肉ですね。もちろんこのパイ皿の方もアルコールで消毒しているものになります。で、こんな感じでねカットしていきます。で、棒状にねまずカットしていただいたら横にしてもらってこんな感じでねサイコロ状にカットしてもらってで、ちょっとね牛刀の方も使いますのでちょっとねここでアルコール消毒をしましてで、綺麗なペーパーでよく拭いてあげます。でちょっとですね、まだ粗いので、ちょっと軽く叩いていきます。これは本当に軽くでいいですね。そんなに本格的に圧してにしなくて大丈夫です。本当に軽く全体的に刃を入れてあげれば OK みたいな感じですね。でこんな感じで大丈夫です。で、そこに、軽く塩していきます。で、塩をしましたら軽くね揉み込みます。そこまで強く揉み込まなくていいです。軽く塩が全体にいくようなイメージで大丈夫です。で5分ほど置いたものがこちらになりますね。で、今度はですね、それを一つにまとめるようにしっかり、練っていきます。ただしそこまでしっかりしなくても大丈夫です。ここが結構難しくて適度に一つにまとめるっていうところですね。あんまり強くしてしまうとせっかくのねステーキのこの角のね食感がなくなってしまいますので、適度なまとめ具合というところですね。で、一つにきれいにまとめていきます。で、丸いね、形に仕上げていきます。こんな感じですね。で、それをね、また塩コショウしていきます。
先ほどの塩は肉に若干のね粘りを出すための塩になります。本格的な味付けはここの塩になりますね。こんな感じで OK です。で、芋ですね。こちらはまず火にかけてない油の状態から芋を入れてもらって、ここから低温でじっくり火を入れていきます。こんな感じですね。火加減はもう本当に弱火でやってます。で、しっかりね色がついてくるとこう表面はカリッとしてるんですけども、中はクリームのような柔らかさになってますね。これが結構ですねステークアッシュとはもう非常に相性がいいなと思ってやっておりますね。では焼いていきます。ではまずここでねしっかり焼き目をつけていきます。ただし強火ではやっておりません。もうしっかりね蓄熱させてあるものになりますので、ここは弱火で火入れをしていっていきます。でこの時に絶対に押さないでください。これはハンバーグではないので押してはいけません。あくまでステーキとして扱ってください。でなぜ押してはいけないかということなんですけども、押してしまって肉汁を外に出すような形になってその物理的にね押してしまいますと、肉汁を出してしまいますので、あくまでこれは肉汁を出さないために絶対に押さないっていうのは条件になってきます。で、両面焼き上がりましたら側面焼いていきます。すいません、ちょっとねカメラの前に手がいっちゃうような感じで申し訳ないなと思ってるんですけども、こんな感じで OK です。もう側面はね軽くで大丈夫です。でこんな感じに焼き上がれば OK です。一回ねフライパン洗います。でこの時もお湯と亀の子たわしでフライパンは洗うだけで大丈夫です。はい、じゃあバターでアロゼしていきます。たっぷりね、ここは入れてあげた方がやりやすいと思います。で、全体的に溶けましたら一旦ねここで火にしっかりかけていきます。そうすると泡がだんだん大きくなってくるんですね。わかりますかね。今だんだん大きい泡がわーって出てきてますよね。でそれが徐々に小さくなってきます。で小さくなってきましたらここで入れます。これがねちょうど入れるタイミングになりますね。今ちょうどいい泡の状態です。でここからこのアロゼをしていきます。まだねちょっと温度低い状態ですので、ここから徐々に温度を上げてこのね油のバターの温度を上げていきます。こんな感じですね。はい、ではひっくり返します。でこれですねあんまり強い火でやってしまうと結構このステークアッシュに関してだけなんですけども一気に火が入ってしまいますので、ここの温度管理結構難しいんですね。はい、これぐらいで大丈夫です。はい、でしっかりねバターの香りがまとっていれば OK ですね。でここでカットです。緊張の一瞬なんですよねここが。こんな感じです。この中がレアになっている状態、火は入っているレアっていう意味ですね。この状態が非常に火入れが難しいんですけども、こんな感じで火入れます。ではドレスです。で、クレソンを添えましてで、粒マスタードですね。でブールマルシャンドバーンですね。はい、でこのレアの焼き加減最高ですね。
こちらステークアッシュでございます。いかがでございますでしょうか。では実食です。うまっ。これよ。これ。うまっ。ブールマルシャンうまっ。足もうまっ。マジでフランス。はい、ということで、こちらね、ちょっとね、手で失礼するんですけども、ステークアッシュは基本的にこの中は、生じゃなくて、その火の入ったレアっていう意味なんですけども、このね、レアに、できるだけレアに中心部分はしてあげて、火を入れてあげるっていうことが、かなり重要な火入れの仕方になります。これね、結構難しくて、要は叩いた、ね、カットした肉なので火の入り方がね結構バラバラになったりとかするんで、中心部分が結構ね測りづらかったりとかするんで結構難しい火入れになるんですけども、これできるようになるとこう食べた時にここら辺のひき肉感は感じるんですけども、この中の柔らかいところとあとこのブールマルシャン合わさった時のね、もうこのマリアージュ最高ですよ。もう本当にワインあったら1本開けちゃうんじゃないかなっていうぐらいの勢いの、いや本当ね好きなんですよね。はい、すいませんちょっとね興奮しちゃいましたけども、それぐらい美味しいステークアッシュ、ハンバーグではなくて、こちらはれっきとしたステーキですので、ちゃんと中はレアにしてあげて焼いてあげるっていうところです。でもちろん注意事項もねありますので、そちらはねしっかり守っていただいた上で、作っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひこちら作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ステークアッシュでございました。こちらはね、あくまでステーキでございます。ハンバーグではなくステーキとして、フランスでは親しまれている国民食でございますね。はい。で、ここからはね、ステークアッシュのちょっとね、専門的なお話をさせてください。で、まずですね、つなぎがないっていうのは、当然になってくるんですけども、基本的に牛 100% です。で、必ずですね、日本でやる場合になんですけども、包丁とまな板はアルコールかけた方がいいですね。これはご家庭であっても調理現場であってもっていうことですね。まずですね、理由の一つに、よくねあるのが、ひき肉を買ってきてやってもいいんですよ。やるとしても粗挽きのひき肉になるんですけども、そもそも牛のアラ 100% っていうのがなかなかスーパーで売ってないっていうのがあるんですよね。ってなると、塊肉をご自身でカットした方がよろしいです。でなおですね、こちらのお肉なんですけども、フランスの方では、例えばですね、アントレコート、リブロースですよね。リブロースだったりとか、サーロインとか、あと、バベットですね、ハラミですよね。ハラミなんかの、そういったね、お肉をいくつか合わせて、で、粗みじんにカットして、で、混ぜ合わせるっていうやり方してます。その方が、いろんなね、肉の旨味が複雑に絡み合って、より一層美味しいっていう。今回私は、たまたまね、フィレ肉があったので、フィレ肉で、やらせていただいたんですけども、いろんなね、いくつかのお肉を合わせた方が、より複雑で美味しく上がるのが、こちら、ステークアッシュの魅力の一
一つでもありますね。これは他のステーキには絶対出せないっていうところですね。で、もう次なんですけども、焼くときですよね。ここなんですけども、ハンバーグではないので絶対押さないでください。で、なぜかということですね。まず、第一に粗くカットしてますよね。で、粗くカットしてるっていうことは、押すと結構簡単に隙間が空いて空気が入っちゃうっていうところが、なんとなくイメージわかりますかね。で、なおかつ、細かくカットしてるので、押してしまうと肉汁が一気に出ちゃうんですよね。ですので、このステークアッシュっていうのは、あくまで、ステーキとして扱うものですので、肉汁を絶対に外に出さないように、押すことは絶対の厳禁のルールになりますね。はい。で、次に、アロゼのところですよね。ここがね、結構難しくて、これはね、ちょっと近々、台所革命の方でも、アロゼのやり方っていうのを、まあ、ちょっとお見せするんですけども、ここのこのステークアッシュに関しては、アロゼはあんまりキュンキュンにやらない方がいいですね。やってしまうと一気にですね、火が入ってしまうんですよ。もちろんね、そのステークアッシュ、そういうね、完全に火入った方がいいっていうんであれば、まあ、それもいいかもしれないんですけども、このステークアッシュに関しては、中を、火の入ったレアに持っていくっていうのが、醍醐味なんですね。で、それはですね、このひき肉の、ちょっとね、外側のひき肉のところと、この中のレアなところ、それと、まあ、ソースが絡み合った時のね、このうまさといったらもう、まさにフランスっていう感じの味わいですよね。はい。で、まあ、そこをね、ちょっと楽しんでいただくっていうところで、結構火入れの難易度としては、難しいところではあるんですけども、まず、両面ね、しっかり焼き色つけていただいて、側面軽く、焼き色つけていただいたら、フライパンを一回洗っていただいて、で、そこからアロゼの準備をしていただいて、で、アロゼをしていって、で、アロゼも、まあ、しっかりね、バターの香りがつくぐらいまで、こう、温度を上げていっていただいて、最終的にしっかりした香りをつけていただいて、そこでもう一旦ね、揚げてもらえれば OK です。で、まあ、肉の厚さによっては、ちょっとルポで2、3分した方がいいかもしれないですね。そこはまあ、ちょっとケースバイケースにはなってくると思うんですけども、もちろんね、叩き方だとか、まあ、その肉のね、まあ、部位の状態とか、いろいろあるんですけども、そこがね、結構ステークアッシュの面白いところだったりします。はい。はい。ということで、以上が、ステークアッシュの作り方、レシピになりますね。はい。こちらね、非常に、こう、やってみると、実はすごい簡単なんですよ。もう、この料理自体は、もう全体像も、芋もね、もう揚げればいいだけですし、肉もね、カットして自分で塩を打って、それをこねて焼くっていうだけなんですけども、非常にシンプルなんですけども、そこにね、すごい美味しさの、こう、奥ゆかしさがあるっていうところが、このステークアッシュの面白いところだったりもします。はい。ぜひぜひね、週末に楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひ作ってみてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。